こっちは全員敵の強いやつらなんですけど、モンがやばいってなって右って言ってドーンって入ってきた黒。まあ僕はもう黒がいいですよまあ漫画の話もできますしね、漫画好き同士じゃないとできないんですよ。だよね何この人、よく話わかんないよ。やばみたいなやばとかちょっとこうされるHello! こんにちは普通だな。今日はケイスケ入れケイスケが来てます。はい、よろしくお願いします。見るの通り漫画を描いております。はい。どういう漫画描いてますか？これがギャグ漫画、ジャパニーズマフィアマフィアギャグ漫画。ジャパニーズマフィアギャグそれはよくあるジャンルですか？どうですかね。多分よくない。初めてじゃない？初めてですね少女漫画がもう題材にしたりしながらやってる感じで、これが実際のこういうヤクザパートというか本編中なんですけど、まあそこと相まってこっちのページみたいなそういう少女漫画パートみたいなの。じゃあ恋愛話が好き人は、はい、そうですね。一番楽しめる。一応ラブコメなのでなんか恋ラブコメ。いや恋ですねラブコメって言いながらなんかそうですね。誰かがパッと見ヤクザ漫画ひどい目にあったって言って感じなんですけど、まあこういう少女漫画も出てきますよ。私が一番よく知ってるのがこれですね。そうです。大きいザリス、連載してたやつですね。ヤングジャンプという雑誌で、単行本が、出ております。すごいね。こういうアクションの中で突然こういう恋愛シーンがある感じですか？いや、これは結構もう本当に最初からゴリゴリの時代劇というか人が死にまくるような感じのやつですね。漫画家になりたいと思ってた時に戦争的な漫画読んでました。もともと僕は日本の歴史がすごく好きで、そこからあとはその剣術みたいなものも好きだったので、まあなんかやっぱり漫画をいつか連載するんだったらこういう歴史の登場人物のお話をやりたいなっていうのは一個ありましたね。海外で漫画シェイクスピアっていうのはあって、ロミオ&ジュリエット、なるほど。クラシック話っていうか、でこれが本当にあった話ですか？まあそうです。実話をもとにフィクションで、もちろんフィクションですけど実話をもとにはしてるという。僕もともと姉がいるんですけど、姉の影響で初めて読んだ漫画が少女漫画なんですよ。だからこのコンビネーションができた。そうですね。なんか熱苦しい男のドラマと少女漫画のなんかキラキラした合わせられないかなとか思ってやったりとか。多分これもそうですけど、基本的になんか自分がやりたいことは漫画にしちゃってるっていうのは、すごい気になるところが、そのマフィア的なキャラクターがいるものが、流行ってるから書こうとしたんですかね？流行ってないと思いますねなるほどなんかどれくらいただ好きで書いてるから書いていいのか、まあ、もちろんビジネスとしてなんか何が流行ってるか、それの方を書いた方がいいとか。ビジネスの方で言えばこの漫画はやっぱりマフィア、ジャパニーズマフィア、ヤクザじゃなきゃダメなんですよ。この雑誌が先ほどその漫画娯楽スペシャルっていう雑誌なんですけども、どちらかというともうおっさん向け雑誌なんですよね。なので本来だったら僕きっとこの漫画やるとしたら高校生のクソヤンキーにすると思うんですよなんかもう暴走族のヘッドみたいなドヤンキーが女の子のためにだったと思うんですけど、その雑誌自体がいわゆる高校生のヤンキー出しても本当お子ちゃまなんですよね、大人から見ると。なので大人の読者が多いからこそ、高校生のヤンキー暴走族じゃなくてもうヤクザでしょみたいな、悪の定義はもっと上にした方がいいみたいな。なるほど。なのでそれビジネス的な方で言えば雑誌の傾向ってやつですよね。なってヤクザになったって感じです。みんな自分の漫画とか書こうとしてる人が、その出版社で流行ってるものを真似するより自分の得意なスタイルを持っていって、自分のスタイルは流行ってないけどこういう風に変更したらうまくいけるよとか言われますか？はそれでの方がいいんじゃないかなと思います。この雑誌ではこういうものが受けるから、こういうものが好きだからそれを持っていくってすると多分同じものがいっぱいできちゃうんですよ。だよね。だとしたらそれぞれの方がこれがやりたいってものを持ってって、その上でその雑誌にちょっと合わせていく感じ
の方が絶対に一個一個ちゃんと違う、面白い漫画ができるのかなと思うんで。そうね。それに自分の得意なところがちゃんと見せられる。そうですね。そこが変わっちゃったら多分きっとあんまり書く意味ないのかなですよね。出版社が好きそうなものを意識しすぎたら、はい、みんな同じようなものがなのではないかなと思いますね。もちろんその雑誌の色はちゃんとその考えた上でとか、その読者層のターゲット層みたいな、それは考えることは大事なんですけど、なんかでも別にぶっちゃけ面白いけりゃよくないですかみたいな。なるほど。でスタイル的に、はい、まあ結構この漫画からここのまあなんか似てるところはあるんですけど、その自分が一番好きな描いてるシーンはどんな感じですか？まあやっぱりこういう派手なシーンとかは描いてて楽しいし途中の話ですけど、こういうどういう話ですか？そうですね、こっちは全員敵の強いやつらなんですけど、まあ、こう攻めてきてますよと。でモンがやばいってなって右って言ってドーンって入ってきたはい入ってきましたみたいな感じですね。すごい。黒、まあ僕はもう黒がいいですよ白だと不安になるあとはやっぱりなんかやっぱドスの効いた顔とかを描くのは好きなので、まあ、こういう顔だとか怖い。私がよく思ってることは、その入江さんの漫画で目の描き方、はい、なんか結構必死感が出る。結構瞳の書き込みは多い方だろうなと思ってますね。なんか目頭の方が濃いっていうか、濃いですね。やっぱこうグッてなるとここにシワが寄るじゃないですか。でそれが影が落ちるとここ黒くした方が迫力が出るなっていういいね。うわすごいね。アクションシーンが好き。まあそうですね、好きですね。まあでもこの漫画で結構連載できたのもあるし、それは運が良かったっていうのもありますね。当時ちょうどその日本で戦国がちょっとブームになってて、でちょうどそのブームと僕がやりたいと思っていることが合わさったタイミングだったので、いけたのかなっていうのもぶっちゃけあるかな。いやスキルでうまくいけた。私あんまり歴史勉強として一番苦手だった。情報を覚えるのが一番苦手だったから、僕も多分勉強っていう意味合いで言えば多分そんな好きじゃない。ただ面白い話があったから、そうですね。なんか教科書に載ってない歴史の方が面白いというか、別にいい点取るために知識増やしたいんじゃなくて、やっぱこういうロマンがいっぱいあったんだよっていうところが歴史の面白さなのかな。なるほど。こんなすごいやつが昔いたんだとか思うのがすごく好きだったので。なるほど。技術的に何か学校とか行ったんですか？僕は多分小学校の頃は花クソマンっていうなんか落書きみたいな漫画をみんなと一緒に描いてて、で大学出てから漫画の専門学校に行きまして、その在学中に一応その賞とか取らせてもらって、よかったっていう感じですかね。なるほど。専門学校に入る前と比べたらどれくらいスキルが上がったと思いますか？まあやっぱり漫画の描き方を知らなかったので、そういった意味ではもう漫画を作る術を教えてもらったと。学校でしかないできることはやっぱり僕、やっぱその隣を見たら漫画描いてるやつがいるって感じですかね。そうだね。そうか。あとはすぐにプロの漫画家の人とか講師の方にアドバイスがすぐに疑問がだらだら悩まずにちゃんとすぐに解決策を聞けるっていうのは強い。それいいね。自分の家でずっと漫画描いてて、相手がいて影響されるのが全然最終的に全然違う漫画描きますよね。やっぱいろいろ焦るんですよね。隣のやつめっちゃ馬とか。そうね。相手はもしかしたら自分に対してそう思ってるかもしれないし。そうね。漫画目指すっていう人がいたら目に見えないけどいろんなライバルがいるわけじゃないですか。ただそれは可視化されてないだけで。でもそういうところに行くともうガンっているんでバンバンっているんで、おおみたいな。なんかやる気がなんか出なくなる可能性もあるけど、逆パターンもあるね。こいつらには負けねえぞぐらいのみんななってもらえればいいんじゃないですか。なんか楽しそうだね。楽しいと思いますよ。やっぱり漫画の話もできますしね。そうね。漫画好きの漫画の本当にコアな話って
漫画好き同士じゃないとできないんですよ。だよね。だよね。なんか、何この人、よく話わかんないよ。やばみたいな。やばとかちょっとこうされる。やっぱ、そうね、プロ漫画家にならなくても、ああいう経験でできる場所があってよかったね。面白い。友達ができる。自分のその語りたいテンションを我慢せずに話せる友達ができるんですよみたいな。それが欲しいよね。だからみんな動画見てますよね。もう僕も普通に高校とか大学の同窓会とかに行ったらもう猫かぶってますもん。もう普通を演じるだけ。みたいな。ダメ。本当は超言いたいのみたいな。その同じ興味がある人がいる場所で、同じ両親は俺も漫画好きなんだよっていうかいろいろ話そうよって言われても多分まだこっちちょっと構えるんですよ。わからんぞみたいな。まだこっちが本当に言ったらお前は多分消し飛ぶかもしれないぞみたいな。漫画教えてる学校だと、なんか話していい気分になりますよ。むしろ話しましょうよって感じですね。そこ我慢するの一番もったいないよみたいな。行ってみたかったな。面白そう。毎週土曜日は無料でうちは体験入塾やってますので、行ってみようかな。入る気なくてもいいんで来てくださいね。あれ外国人でも行ける。バンバン来てください。でももうこれほど日本語が達者の方ならば全然問題ないですし、留学生コースっていうのも定期的にやってるんですけど。じゃあそういうリンクとか後で教えてください。ぜひいいですか。じゃあちょっと話してもらいます。10月の7日の発売の週刊ヤングマガジンと、あとはその同日から講談社コミックデイズさんを通して、僕が原作ネームをやらせていただいて、それの作画をやっていただける方の公開募集が始まるということでしてね。なのでぜひぜひ一人でも多くの方にぶっちゃけ本当助けてくださいレベルなんでなので本当にしょうがねえ書いてやるかみたいな人が一人でもいらっしゃったらご応募していただけると嬉しいです。で、ジャンル的にはまた歴史 SF コメディみたいな感じで、もうちゃんと募集要項にも書いてあると思うんですけど、織田信長タイムリープギャグみたいなものをテーマにしたなんかしっちゃかめっちゃかした漫画なので面白い絵面とかを描くのが好きだとかそういう方がいらっしゃったらぜひぜひちょっとトライしてもらいたいなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。すごい面白そうだ。このオキザリスはいろんなところで、そうですね、本屋とかアマゾンで買えるんですよね。そうですね。ただ英語版は一応ない。英語版はないですね。で電子書籍も単行本はちょっと手に入れづらいので絶対なので Kindle さんとか電子書籍でも販売してますので、そちらの方でもしよろしければぜひ。これオキザリスはアマゾンとかで買えます。でこれが今連載中。そうですね。で今連載中の雑誌は娯楽スペシャル。その雑誌はでまだ掲載されますので、読めます。ぜひ見てください。よろしくお願いします。ツイッターとかやってますか？やってます。本名でやってるこの井出圭介っていう名前でやってアットマークの数 KEK っていう名前でやってるんで、もしよかったら見てやってください。お願いします。くだらないことばっか言ってますけどたまに絵とかも投稿してます。でもやってますね。この特に今だったらこの恋マンの、デジタルで書いてるのでネーム下書きペンが完成までのその同じ1枚をパンパンパンまでついたらあって、だから多分そういうことしないとダメなのかなみたいなとこもあるんで、そういう絵もよく投稿してます。それに多分日本語で投稿しても、自動翻訳機能が最近ついてますよね。そうですね。確かにクリックするだけでもう英語になります。ただ僕変な日本語を使ってるんでその機能が聞かないか。そうでゲスとか言ってるんで僕そうでゲスそうなんですみたいな。なるほど。わかんない。すみません。本当すみません。翻訳機能がわかるのかな。では一緒に動画いろいろ作りましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。バイバイ。井出圭介がいる動画がプレイリストにチェックしてください。バイバイ。